今回は白系の縦枠のリペアです。このチャンネルはリペアを始めたばかりの方やリペアに興味がある方になるべく分かりやすく解説しているチャンネルです。少しでも興味が湧きましたらチャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。それでは始めていきます。この現場、特に枠に傷が多く、大きなものから小さなものまでとにかく多くてとても時間がかかりました。この映っている場面の中でも大小5箇所の傷があります。周辺の細かい傷も削ります。大きな傷ですが、基本通り彫刻刀で木目に沿って刻みを入れていきます。このような現場に入ったら大切な点があります。大まかな段取りを考えることです。図面などに指摘されている項目をよく見て、最初はとにかく数を減らすことを考えます。傷は傷でも1分で済むものから数十分かかるものといろいろです。序盤から大きなものをやっていると、半日経っても少しも終わったようになっていないと気持ちが焦ってきてしまいます。もう一つ大事なのは、ハードワックスなどの充填剤を、例えばベスコなどは一定の期間ごとに新色が発売されます。今回のこの現場はハードワックス J の2706がほぼ合いました。おおむねその年によく使われている原材に合わせて発売されていますので、調色をあまりしなくても小さな傷であればそのまま使えたりもします。コテである程度埋めたら、ドライヤーでハードワックスを熱してワックスコーボルトで鳴らしていきます。ハードワックスが足りなくなったら、さらにその上に置いていくように充填していきます。その後レベラーを使い平滑にします。現場によって使えるものを選んでおくとスピードアップにつながります。小さな傷はハードワックス J の2706でほぼ治ってしまいますが、大きな傷はさすがにそれだけでは足りないので木目を入れていきます。木目の筆目をなじませるためにアイカの6200を軽く吹きます。あくまでも筆目をなじませるためなので、あまり重ね塗りはしないようにします。最後に3部クリアを吹いて終了です。ちょっと変わったものが出ましたが、これは手作りの道具箱です。外しておいた建具を戻してきます。
建具も外し方を覚えておくと効率よく作業ができます。この現場はまだまだたくさんありました。とりあえずこれで終了になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン講習会などの情報を LINE で発信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。では次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。